ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はマーガレットの描き方について私なりに紹介したいと思います。マーガレットは葉っぱが特徴的です。その描き方やいろいろな向きの花の描き方を紹介したいと思います。斜め上から見たマーガレットは楕円形を基本に考えます。中心となる楕円形はやや下の方に持ってきます。丸筆に絵の具を取り、手前に引っ張るようにして花びらを描いていきましょう。どの花びらから描いても良いと思うのですが、私は左右上下の花びらの位置を決め、そこを埋めるようにして花びらを描いていくことが多いです。ストロークをカーブさせると少し反り返った花びらを描くことができます。下の花びらも楕円形の円周に合わせて描いていきますが、時にはその円周からはみ出すように描くことによって花に変化をつけることができます。花芯を描いていきます。今回はステンシルブラシを使いました。水分をよく取り、筆の上の方に黄色を、下の方に黄土色を取ります。パレットの上でトントンと絵の具を落とし、適量になったところで花芯を描いていきます。楕円形に合わせ筆の角度を変え、下の方に黄土色が、上の方に黄色が来るように筆を動かしています。花芯の中央部分もステンシルブラシで同様に色をつけています。次に平筆で描くマーガレットを紹介します。平筆の幅の広い面の方を縦にして手前に引っ張ります。あとは先ほどと同じように左右上下の花びらの位置を決め、その間を埋めるようにストロークしていきましょう。花びらの色や形を修正するためにもう一度ストロークしても良いと思います。平筆でも丸筆でもだいたい同じように描けるので、どちらかにするかは自分の好みや描きやすさで決めていくと良いのではないかと思います。花芯は先ほどと同じように描いていきます。筆の角度を変え、下の方に黄土色が来るように気をつけましょう。白は全体に広がりすぎないように気をつけます。マーガレットの葉を描いていきます。マーガレットは別名木春菊というそうで、葉は春菊のように深い切れ込みが入っています。今回は丸筆と平筆を使ってその葉っぱの感じを描いてみました。まず葉脈に沿ってストロークをします。シンプルな切れ込みの葉はこのストロークだけで良いと思います。さらに複雑な切れ込みを表現するために、そのストロークの左右にも小さくストロークを入れてみました。平筆でも同じように描いていきます。葉脈のラインに合わせてあまりカーブをつけていない S ストロークで描いていきます。ストロークの最初と最後を筆を立てるようにして細くしているところがポイントです。複雑な切れ込みを表現するためにストロークの左右に小さくストロークをしました。上が丸筆で描いた花と葉、下が平筆で描いた花と葉です。この動画では黄色いマーガレットと白いマーガレットを描いてみました。
説明はテロップで入れています。黄色いマーガレットと白いマーガレットの2作品を楽しんでいただけると嬉しく思います。